Hi, I'm MUMU. I'm gonna show you my everyday makeup. Let's get started. 今つけてるカラーコンはMUMUさんのルシエルシリーズのグレーです。このカラーコンは直径が大きすぎなくて、でなおかつグレーの色味が私の好みなのでよく使ってます。今日はアイテープつけてるんですけど、これはダイソーに売ってるのびーるアイテープっていうのでベージュカラーなんですけど、1個丸々使うと大きいので私は半分に切って二重にしたいところに貼ってます。下地に使ったエテュセのオイルブロックベースなんですけど、これはテカリとか崩れを防止するものなので、鼻周りとか T ゾーンのみに塗っていきます。NARS のラディアントクリーミーコンシーラーなんですけど、これは目の下のクマと眉毛の赤みがあるところと、あと私はピアスの跡があったのでそこを隠すために塗っていきました。MAC のプロロングウェアコンシーラーをその上から重ねていったんですけど、NARS のコンシーラーが割とオレンジ寄りの色味なので、それをカバーするために塗っていきました。KATE のシークレットスキンメーカーゼロというファンデーションなんですけど、これは最近買って調子良かったのでよく使ってるんですけど、顔の中心だったり隠したいところに塗って、でもうちょっとカバー力が欲しいところには重ね付けして、でも重ね付けしても全然厚塗り感が出ないのですごくおすすめです。パウダーは、FASIOのパウダーファンデーションを使っていたんですけど、基本的にはカバーしたい部分に塗っていきました。目の下のクマと眉毛の部分、あとはでも顔全体にパーッと塗ってるんですけど、これはもう本当に崩れない、汗でもよれないみたいな感じですっごく使ってます。カラーポップの Made You Look っていうパレットを使っていたんですけど、そのオレンジ色を使いました。で眉骨の下と鼻筋のここの部分にもしっかり塗っていて、眉毛を描かないのでその分立体感を出したいので、オレンジでちょっとシャドウを入れるような感じで入れていきました。であと下まぶたにも入れていきました。涙袋の線を描くときと同じような場所に塗っていきました。次にシティカラーのジェルアイライナーを使っていたんですけど、これはブラックのベースになるように塗っていきました。ブラックのアイシャドウだけじゃちょっと色味が薄いので、ジェルライナーで先に真っ黒の漆黒なベースを作っていきます。でその時にアイテープも一緒に塗るとアイテープがあんまり目立たなくなるのでおすすめです。その次に NARS issist の WAO AGENCY のマットなブラックのアイシャドウを塗っていたんですけど、これはジェルライナーで塗った部分の上はもちろん塗って、でその周りをぼかすようにさっき塗ったオレンジとブラックをなじませるような感じでふわーっとブレンディングブラシで上を塗ったら一緒に下も塗っていきます。下まぶたもでしっかり目頭まで塗っていきます。でまたカラーポップのパレットに戻るんですけど、これはちょっとオレンジの色味が足りないなと思ったので、もうちょっとさっき使ってたやつよりもうちょっとキュッと密度の高いブレンディングブラシにとって、もうちょっとオレンジの色味をはっきりさせていきました。また NARS issist のパレットに戻って、でちょっと薄いブラウンを眉間のこの部分に塗っていきました。なんでかっていうと立体感を出すために、オレンジで十分立体感は出せてるかなとは思うんですけど、もうちょっとしっかり入れていって影を作りました。次にKATEのデザイニングアイブロウ N を使っていたんですけど、これもオレンジ塗って薄いブラウン塗ったんですけど、それでもちょっと足りないなって私は思ったので、KATEの真ん中の色を使ってしっかり、でも細めにあまり濃くなりすぎないようにノーズシャドウを入れていきました。ノーズシャドウを塗ったんですけど、ちょっと濃くなりすぎたかなと思ったので、FASIOのパウダーファンデーションで少しなじませていきました。鼻のシェーディングが終わったので、レブロンのスキンライトプレストパウダーの104
ラベンダーカラーなんですけど、これを、T ゾーンとかハイライトを入れたい部分に塗っていきました。でしっかり顎も入れて出したいところを出していきました。アイライナーはケイトのソフトブラックライナーの BK 自然な黒を使っていたんですけど、今回目の周り結構真っ黒なんでアイライナーもしっかり描いていきました。でアイライナーはもう目頭から割と太めに描いていって、で目尻は目の横幅を出す感じで、でも少し斜め上に跳ね上げるように太めに引いていきました。ではまたシティカラーのジェルライナーに戻って、下まぶたの目尻3分の2位置ぐらいに塗って、あと目頭の粘膜部分にも塗っていって、ちょっと目の形をこうちょっと下向きに垂れ目風にしていきました。でアイライナーを引き終わったので、その後に資生堂のビューラーでまつげをしっかり上げていきました。で今回下まつげはビューラーしてないです。でビューラーなんですけど、ビューラーは資生堂のを使っていって、上のまつげをしっかり上げていきました。マスカラはメイベリンの The Hyper Curl Volume Express のウォータープルーフタイプを上まつげにしっかり塗っていきました。いくら黒のシャドウを使ってるって言っても、しっかりまつげが上がってないと私的には嫌なので、しっかり根元からこうやって揺らしながら塗っていきました。下まつげのマスカラはレブロンのメガモルティプライアを塗っていきました。でこれはお湯で落ちるタイプなんですけど、私的にボリュームも出るし、ある程度長さも出ていいかなと思って塗ってます。上まつげに塗らないのは、これはカールキープ力が全くないので、下まつげのみに塗ってます。で下まつげのマスカラを乾かしてる間に MAC の All the Right Angles Contour Palette のミディアムダークの色でシェーディングを入れていきました。でこめかみの部分と頬骨のところとフェイスラインなんですけど、私はちょっとエラが欲しい願望があって、ここの部分にもしっかり入れていきました。でまたレブロンのマスカラに戻って下まつげを2度塗りしていきます。で下まつげビューラーしない代わりに下まつげを2度塗りして、ちょっと目の重心を下にするというか、そういうイメージで塗っていきました。今日塗ってたリップはライムクライムのバッフィーっていう色なんですけど、これは結構ヌードベージュで、でもちょっとブラウンな色が入ってて、でリキッドマットリップなのですぐ乾いて落ちないのですごく気に入ってます。スタッツをここにつけていったんですけど、使っていったつけまのりが Power Adhesive なんですけど、これは安かったので買いました。でこのスタッツを貼りたい部分につけまつげののりをつけていきました。でその上にちょっとどこで買ったか忘れちゃったんですけど、雑貨屋さんか何かで買ったスタッツを眉間の部分につけていきました。 So what you think? That was my everyday makeup tutorial. Today's highlights were black smoky eyes and really hard nose contour. Thank you for watching. We have a lot more makeup tutorials, and please like it, subscribe, and comment below. Bye!